皆さんこんにちは。動画をご視聴いただきどうもありがとうございます。こちらでは月ごとの星座のリーディングを行っております。この動画では魚座さんの9月の前半後半の流れをリーディングしてまいります。それではリーディングいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、魚座さんの現状3枚まず見ていきたいと思います。流れを見てみてもとてもやっぱりいいんですね。ここの2枚でまず言われていること、今までの苦労が終わるよ、そして始まるよっていう大きい流れ、もうドカーンと来ております。魚座さんすごいです。なんかもうここだけ見ても魚座さんにとって今の9月8月から9月からのこれからっていうのはとても大きな意味を持ちます。それでは現状でもう少し詳しく見ていきます。それでタワーのカードなんですが、こちらですね。こちらは今までの価値観変わったって方いらっしゃいますね。ちょっとこちらだけ置いておきますね。はい、ちょっと戻しますと、はい、これ魚座さんのね感覚を表していますね。今までの流れが変わった、今までの考えが変わったね、予期せぬ出来事があってビビッときたみたいなね感覚が多いと言っております現状ね。そして今までね大変だったね、でももうその悪い流れが崩れるんだよって言ってます。悪いというのはなんだろうな、自分が我慢してきたとかね、我慢をするしかなかったっていうね、抑えるような方多かったと思います魚座さんね。その流れが変わるよっていう意味ですね。なのでなんか興味がなかったことに対して興味が湧いたとかね、なんかそういう感覚お持ちの方いらっしゃると思います現段階でね。そしてカードね、このタワーの逆が間に挟まれてとてもいいカードが現状でもあと2枚来ているんですが、どちらもねパッと見ても分かる通り、なんかもうペンタクルコインのカードがすごいんですね。で入ってきたのがやりたいことが増えたよ、ね、興味が湧くことが増えたよ、前向きなんです魚座さんね。これからやりたいこと、叶えたいこと終わりなんじゃないでしょうか。今まで諦めていたけれどもそれをやれるんじゃないかっていう希望が見え始めた。そしてそれを叶えたいと思い始めた。あとはですね、こちらどちらもね赤い靴下みたいなね、でこちらの方も赤い服、これ魚座さんを表しているんですが、そうなんです。なんかもうプラスなんですね。その今までこうなんていうのかな、やっぱり辛かったと思います。中には体調が安定しない方とかねもいらっしゃるかと思います。とても動ける時期になってきたなってこう感じている方とかね、まだ動けないけどなんだろうな、本当にやりたいことがあったりとか叶えたいこととか増えたんじゃないかなと思います。たくさんなんですって、それは一つや二つね、それ以上で、もしくはもう揺れてるよって方ね、自分の力を誰かのために使いたい、もしくはもうサポートを受けた方もいらっしゃると思います現状ね。そして何かにも実は打ち込んでいる、例えば情報収集し始めたりですとかね、何か手をつけ始めたいって思っていたりつけている方も多いと思います。魚座さんすごくいい流れなんです、もうすでにね。でまだ大して何も動きないなって方もこれからこうなります。すごいですね。これだけ入ってきてるのでね、ここでかいですね、ここはね。じゃあ次詳しくもっと見ていきます。じゃあ現状ね、今の魚座さんこんないい流れがあって、すごいなんかいろいろなんか頭に入ってきたよっていうね現状でございましたが、次ですね、じゃあこれからどうなるんですかっていうと、はい今こちらなんですね。で次こうなるんです。9月どうなるかっていうと、ナイトオブカップスさんね、これ似てるんですね。こっちはページオブカップスさんなんですが、似てませんか動きが似てますね。カップを持ってるんですね、どちらもね、似てますよね。でどういうことかというと、見てください。目つきがしっかりしていて、お洋服も頑丈になっています。そして目つきがしっかりしたものでどこか見ているんですね。はい、
やりたいことが見つかった、それに向かって叶える姿勢を持つと言っているんです。素晴らしいですね。なので今はページオブカップスさんなんですね。ちょっと置いときます。こちらから説明いたします。ページオブカップスはまだね、子供とかこれから経験値を積むとかっていう意味を含んでいるんですが、今多分ほらまた赤い服が見えてますね。そうなんですよ。アイデアがたくさん湧いてきた魚座さんとかね、やりたいことがやっぱり多いんだって。どこのお店に行こうかな、これもやりたい、あれもやりたいみたいなね。でもそれがまだ不安定なんですって。流れてることもあるって、言ってますね。一つに絞れない。でもいいんです。それでまだつかめてないんですよね。前段階なんです。そう、だって動きが変わったばっかりだからね。いいんです。だからで、この状態が、ね、ユニークなんです。今魚座さんとってもね、もう無限の可能性秘めてます。が大人になるんですって。すごいですね。比較してみてほしいんですがね、先ほども言いましたがね、しっかりした顔つきに変わっていきます。魚座さんね、笑ってます。今はね笑ってて、どうしようかな、いろいろ見て悩んでる状態だけれども、今後はしっかりと見据えていきますね。お馬さんにも乗って行く準備を整えます。いきなり突っ走るというよりかは、もう叶えたい目標が決まる。見てください、翼ありますね。翼ね、そう飛んでいきたい。つまり目標を持ってしっかりと地に足をつけるようになっていくということを言われております。すごいです、魚座さんね。はい。で、こちら運命の輪、すごいですね。ホイールオブフォーチュン来てますね。やっぱり動き出すんですって。で、これもちろんね、今後その生まれ変わりますとか、変わっていきますっていうのも示唆しているんですが、ブロックなんですかっていうところで出したものなんですね。そうこれがね出たということは、やっぱり魚座回るんだって。円って回りますよね。コロ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 、ビー玉とかボールとか転がっていきます。そんな風にやっぱり変わっていきます。今後9月からの流れ、どんどん魚座さんのしかも思い描く方向に変わっていきます。だけれども魚座さんね、やっぱりちょっと怖いって、これ本当にやっていいのかなとかね、恐れがあるって言ってます。それを手放してくださいって言ってます。それを手放すとどんどん動き始めますよ。今までの我慢していたこと、諦めていたことが叶うようになっていきますって。近づいていくんですって、運命の輪ね。10っていう数字というのは変化という意味があります。とても興味深いですよね。というように魚座さんはね、本当に変わっていきます。価値観が変わる、やりたいことが増える、目標が決まっていく。だけれども恐れを手放してください。まずは一歩踏み出しましょうっていうのが、ホイールオブフォーチュン、運命の輪で、流れがね変わってるよっていうのが伝わってきました。じゃあどういうきっかけでね、このね悩んでいる私から、こう定まっていく自分になっていくのかというと、きっかけがこれなんですってね。ソードの4とソードの2っていうカードですね。すごいです。きっかけどういうことかというと、まずこちらから。ソードの4は今まで体調がね優れなかったね、それが良くなっていくタイミングとかね、食欲が増えるとかね、もしくは食べ過ぎてたけどちょっと抑えられるようになったとか、それは人によるんですけど、要はいい方向にね体調が良くなる変化の兆しが見えるとか、あとはねそれまで興味なかったことに目覚めるんだって、起き上がるって言ってます。ソードの4はこのね正位置だと眠っているっていうことを言っていることが多いんですが、これが出てきたっていうことはやっぱり覚醒が始まるよって言ってるんですね。強いですね。こことここがねつながってます。とてもね一緒ですね。起き上がっていきますよっていう変化がまず一つですね。はい。でもう一つどういう変化があるかというと、やっぱりね今まだ見えないんだってね。やりたいこと何なんだろうって、いいんですね。だって変わったばっかりなんですね、魚座さんで。2つのことで迷っている。そしてソードこっちでもあるし、こっちもソードなんですね。
で想像っていうのは考え事とかね、人間が頭で考えることを言います。なのでもうすごいね、頭がもうすごい疲れちゃってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。2つのことで悩んでいる、決断ができないっていう状態ね。ですけれども、これが逆ということはね、逆で来ているということは決断ができるきっかけね。なんか決断したい、ね、決まってないことが決まるっていうのが、そういうきっかけでね、これに近づいていくっていうのが見えてますね。ちょっと分かりづらくてすいません、説明が下手でね。そう、今まだ座ってていいんです。そしてまだね、ガードが硬くてもいいんですよね。まだ不安定、それでもいいんですよ。それがだんだん立ち上がって、ここのガードが取れていってね、お月様が見えているけど起き上がる朝になりますっていうきっかけがね、なんか変化の兆しだそうですね。ぜひぜひ自分のね日常ね、ちょっとよく見てみてください。そしてこの2枚で言われていること、あと一つはですね、頭で動くんじゃないよって言ってます。やりたいなって思ったことはやってみましょうって言ってますね。とても元気いただけますね、このメッセージはね。どちらも頭で考えてることを言ってますよね。直感で動いていいよ。まずは何かを始めてみましょうっていうね、背中を押してくれるアドバイスのようにも聞こえました。我慢する必要ないです。動き出していいんだよって言ってますね。はい。では最後にですね、キーカードですね、9月。じゃあどういうことがね、他に魚座さんに伝えたいこと何かありますか？キーワードですね。はい、こちらカエル失礼いたしました。カエルのタロットカードからね、はい、ザ・ハーミット、忍者ですね。そう、探す、時間をかける、ゆっくりでいいよって言ってます。そう、これからたくさん見つかる方も、今いっぱい悩んでる方も、いろんなね悩みを持っててまだいいんだよって言ってます。じっくり考えてもいい。自分のやりたいことは本当はどれなのかな、悩んでください。そして照らしてください。それにね、明かりを灯すんですね。抑えなくていいんです。過去の魚座さんのようにもう諦めなくていいんです。これからは光を灯していきましょう。一歩踏み出しましょうって言ってますね。すぐにね答えを導こうとしなくていいんです。探すねことが大事だよ。追求することが大事だよ。今の私にとって何がやりたいのか、それを基準でねちょっと考えてみてください。そしてもう一つね、すごい大事なこと言ってます。ですですね。はい、死神のカードになりますね。死神さんはすごい大事なことをここでも伝えていて、あなたが落ち込むようなこととか、今までねもう耐え抜いてきたこと、人間関係もそうですが、もう我慢しなくていいです。お部屋の片付けをしたり、断捨離をしましょうね。断ち切りましょうって言ってます。鎌を持ってますがね、そういいんです。パシッて切ってくださいね。我慢してお付き合いしていたとかね、そういう方もいたらもういいんです。自分のために生きてくださいっていう、ここでもね背中を押してくれてます。だからこれから芽が生えていきますね。それからいい運気が流れ込んできますっていうことを言っております。死神さんですね。大事だと思います、これとても。ですごいですね。ザ・スター、星ね、願いが叶いやすくなります。そうすることによって魚座さんね、すごいやっぱり流れがこう起承転結みたいな感じでねなっていて、すごいなと思うんですが、断捨離とかね、自分に不必要なことを手放すことからまず始めてください。そしてこういうタイミングね、なんか良くなる、調子が良くなるとかね、決まったとかね、そういうサインが大事だよっていうことを教えてくれてます。そして動き出しましょうね。動き出してください。まずは動くことが大事だよね。そうしていくとね、だんだんその願いに近づいていきますねって言われております。ザスターね、このカエルさんのようにお水をあげてお花が育っていく、その過程のように今は種まきの時期なんですってね。種もまいてね、叶えたい夢一つや二つ三つでもいいですね。
じっくりじっくり育てていきましょうね。今種をまくとしっかり育つよ。あなたの願いがいずれ光ります、輝きますっていうとてもね素晴らしいねカードでございました。というのことでね、魚座さん全体的に本当にいい今流れで来ておりますので、ぜひチャレンジしてみてください。自分のね心に心の声というものをねぜひ聞いてみてください。やりたいことがあってそれを、叶えていけるっていうフェーズにこれからは入っていきますのでね、夢や希望というものを諦めないでくださいね。夢や希望を諦めないでね。誰かと結婚したい、この人と結婚したいね、いろんな夢があると思いますね。こういう職業に就きたいね、誰かを助ける仕事がしたい、何でもいいです。あなたの叶えたいことね、叶えられますよって言ってます。まずは行動しましょう。そして、たくさん夢があったらまずは書き出してみるとかね、なんか配信したりね、発信したり、ノートに書いてみたり誰かに話してみるのもとてもいいと思います。はい、ということで、魚座さんのね今月のリーディングでした。どうもありがとうございました。この動画がいいと思った方は、いいね、高評価、そしてチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。